理解してない方がすごく多いので、変化の度合いを何で決めていくか。これどんなお酒ですかって言うと、みんないっぺんに言おうとするんですよ。はい。はい。焦りすぎ。焦るもん。スペックの幅が結構広がってきたんですよ。TR やら、Y やら、たくさん出てきた人も、ペックしても。本当にトータル的に分かってると、この人が言ってることはこの一部分だなっていうことが把握できるので、こうなってくると、お酒の見方が変わってくる。例えば、お酒テイスティングとこれは何に合うんですかって言ったらこれが合います。でも、こっちだと合いません。うまくないんですよ。もしかしたら、これおかんにしたら合うかもわかんないですか。だから、おかんにするとどう変わるので、こういうお料理と相性はいいですよとか、例えば、このお酒結構苦いんですよね。だとしたら、お料理もうちょっとこういうようなもの合わせると意外と苦味減りますからどうですかって話をしたりすると、本当だってなるんですね。相性って皆さん言ってるけど、ペアリングそのものを理解してない方がすごく多いので、料理の相性っていうのは何をこのお酒に加えることによって変化するかっていう話なんです。変化の度合いを何で決めていくか、こういう話なんです。例えば塩味を少し濃くすると、苦味をちょっとマスキングすることで味が締まるんですよね。この量がちょっと少なくなると少し苦味を出すこと。そうすると今この人はどこを求めてるのか。苦味が嫌いだって言ってるんだったら苦味をできるだけ減らしてあげる。だとしたらもうちょっと塩味の強いものをここに合わせて、あと脂肪分を少し出してあげると、これバランスを取れてる。こういうテクニックが用いられるんですね。それがテイスティングが正しくできるようになると役立つっていうところに結びつくってことですよ。インフィニットの難病テイスティングってあるじゃないですか。あれはもうまさにそれのトレーニングと思っていいんですか？結局これは何を意味してるかって言ったら特性をどう理解するかですよね。結局アタックこうで中盤こうでアフターこうでっていう風な流れを意識をする。そうするとこれどんなお酒ですかって言うとみんないっぺんに言おうとするんですよ。はい。はい。これどんなお酒ですかってもうはいいっ香ぺんにりと味と一緒になっちゃってパンって言おうとするんじゃないですか。これみんなするよ。焦りすぎ。焦るもん。焦るよね。早く答えてあげなきゃ。だからそうじゃなくて、最初口に入れるとこうになって、中盤こういう風に変化して、アフターこういう風になって、ちょっと苦味出ますよねっていう流れを順番に言ってあげるだけで、そうすると、アタックが甘くて膨らみがあるんであれば、これが好きだってんだ、それでもいいけど、フィニッシュちょっと苦く感じるよねってなった時に、この最後の苦味がなかったらいいのになっていうお客さんがいたとしましょう。で、合わせてみてくださいって言って、サービスしておきます。ちょっと味だけです。これちょっと食べてみてください。で、これ飲んでみてください。どうですかって言うと、お、苦味消えてるってなる。これ、苦味消せるんですよ、こうやってってなると、お料理の相性に、また自分の知らないところがプラスアルファでも上がってくるわけですよ。これ学びですよね。人はどこかで学んでるんで、必ず。だから、少なからず僕らは世の中に何か貢献してるかもしれないと思ってるんです。社会貢献ですね。偉そうに。何言ってんだっていう感じかもしれないけど。スクールに通ってますね、私はね。インフィニットがこうやって今24、24ね、経ってやってきたっていうのは、やっぱモチベーションないとね、やれません。みんなね、やめちゃうんだ、2、3年経つと、そういうやらないと未来がないんですよ。だから、こう教えてるっていうことだけかもしれないけど、常にやっぱうちも変化してるし、新しいことこれからやっていこうと思ってるし、まあ数年後、また違うことになってるかも。ゆめちゃんのうちでこうしちゃってるかもわかんないな。変な話、数年。いや、そんなことはないと思ってもしれないけど、わからないよ。そうです。なんかこんなキランキランとした服着て、なんかってやってるかもわかんないけど。どんな先生よく先生は授業でセロトニン幸せホルモンドパミンとかね。脳と味覚を一緒に考える授業をされるんですけれども、脳と味覚とテイスティングとってこの科学とってどう関係しているんですか？基本的に味とか感覚っていうのは全て脳で決めてるので、見た目も大事です。見た目、8割9割ですから、人間ってほぼそこで、多分こんな人とか、こんなものって何か決めてるんですよ。でもこれ、自分が経験してきたもので、それが物差しになって、こうだって決めてるんですよね。だけど、見た目だけで決めると、後々問題があるってことは、大概皆さん経験で分かってきてる。脳科学っていうのは、それを冷静に見つめてくれる役割がある。で、脳科学やると必ず出てくることっていうのは、人が考えていく経験値とかそういうものがどうできてるかってなるわけですね。で、例えば美味しいものってどういうふうにできてるのか。よく美味しいって言うじゃん。美味しいってなんでって言われて美味しいのも美味しいよね。いわゆるバランスが取れてるんですよね。この香りだったり味わいだったりって氷のバランスが取れてると人は大体美味しいって言うんだけど、美味しいって言ってる理由ってどこにあるのって聞くと、実はこれを僕は疑問に思ったので、ある先生の論文を見て、取って山本先生っていらっしゃって、今は奈良の慶応大学の名誉教授になられてるんですけど、この方と言って、いや、来てもいいよっていうから押しかけて、先生、脳科学ちょっと教えてくださいって言って。教えてくださいって言って何を僕は教えたらいいんだみたいな感じですけど、でもう一回東京来てセミナーやってくれ。俺はお酒のこと分かんないって言われたんですよ。関係ございません。もう先生の得意とする分をバンって言ってやってもらったんです。で、それがヒットしちゃったんですよ、ね。脳科学の勉強会しますよって言ったら、うわー集まってきて、もう1週間ぐらいで80人ぐらいの会場1回目いっぱいになったんですね。すごかったですよね。やっぱ知りたいんだ。脳科学って何ですかって話です。自分の本
本能、ずっと生まれ持った人間の本能ですね。と、自分がずっと生まれ育ってきた経験、この2つが重なって美味しいを作ってるんですよ。でも、年を取ってくると、だんだんいろんな尺度が変わってくるので、今まで食べれなかった嫌いなものが食べれたり、なぜかわからないですよね。いろんなことを考えて食べるようになったりとかすると、これが最終的に自分の美味しいってものにつながっていく。これが経験値。だから、やはりもともと持った本能と経験値っていうのが、どこまで伸びていって最終的な美味しさを作るかっていうのは、お酒の数も飲まなきゃわかんないし、料理も食べないとわかんないし。だけども、その人には、例えば20歳ぐらいの人には20歳ぐらいの人の経験値があって、そこで、美味しいの形が作れるし、30になれば30になったで、それの美味しいが作れるし、50になったら50になったらその美味しいが作れる。で、これは密接に繋がってるんだけど、それを一回暴いてみませんか。そうすると、お料理との相性とか、お酒のこととかお料理とかって、それらの相性をやってるときに、お酒の特性をちゃんと紐解く、料理の特性を紐解く。こうやってそれぞれを紐解いて、一つ一つなぜそうなるのかっていうことを科学的な見地からやるんだけど、これが自分の感覚と、もう一つ、科学と脳がちゃんとうまく結びついているかっていうのがすごく大事です。そういうところも学校では教えてもらえるんですか、この先。エビちゃん教える教わりたいですね。ちゃんとお勉強できますよね。そのお勉強で私結構ここ数ヶ月でテイスティングの秒数って増えましたよね。最初は9秒テイスティングと思っていたんですけど、最近何秒になっ3366、3366ですから。たら全部できました。まあざっくり20秒ぐらいです。余韻をもうちょっと見ましょうって。余韻、スペックの幅が結構広がってたんですよ。いろんな低アルやら、ワインやら、たくさん出てきたので、そうすると味の変化が激しいんですね。それに従って、やはり余韻をあと6秒増やすと、印象が、あれこう変わってきたなってなって、このお酒の役割、こういう部分があるってこう見えてきたりとかするんですね。で、それを見るために、もうあと6秒飛ばしたっていうことになります。今、滑らか。3、苦渋、刺激。何も変わんないんだけど、これは何も変わんないんだけど、この順番は脳科学的に言うと、甘うま滑らかっていう心地よい成分です。はい。で、酸っぱい苦い渋い刺激っていうのはあまり心地よくないんですよ。これは本能的に脳がそっちをグループ化するんですね。そうすると分かれるんです。分かれた中で甘うま滑らかを先に取るっていうふうに脳はそういうふうにしちゃってるんです。これはなぜかエネルギー源になるんです。人間はエネルギー源になるものを先に摂取しようとするらしいですね。面白いなと思って。ということはそれが順番に、この順番もね、最初はすごく悩んだ。どういう順番で見てったらいいのか。でも先生の論文読んでから、これだ。これだよ。で先生一応確認したんです。もういいですか。で、そこで行って、これに従ったっていうのが、学校に来ると、ひたすらトレーニングをして、自分が好きな味、ちょっとこれは私にとって、っていう味っていうのもテイスティングできるようになってくるってことですよね。結局、これ公平に見ていくだけなの話なんで、一応分析してるわけですね。はい、どういう味があるのか。で、これが、例えば、甘いって味を作るにはどういう成分が関与してるのか。うまいっていう味を作るにはどういう成分が関与してるのか。滑らかさはどういうものが関与して滑らかになっているのか。一個一個の味覚とテクスチャーに理由があるんだ。この理由をバラバラにしてるだけ。それを隣にあるこのあれですね。甘いのはこの発酵経路からこう出てきてっていう。これがこうやって成分の流れの中に落ちていくんです。そうすると全ての味がここに集約する。味覚は6味しかないので、この6味とあとテクスチャー、これがどう関係するとどうなるかっていうのがきれいに整理される。これを知ってるだけで冷静に味を見ようっていう気になる。冷静に味を見よう、冷静に味を見えるっていう人は今先生の中で大体日本酒業界の人たちの中でどのくらいいると思いますか？あんまりいないんじゃないですかね。あんまりいないんで、やっぱトレーニングしないとこれはできない。トレーニングっていうのは、例えば小倉さんにこのスペック当ててみてってやると当たんないんじゃないですか。なんで当たんないんですかって言ったらトレーニングしてないからです。トレーニングすれば誰でもできるんですよ。だからさっきも手塚さんの中では3年ぐらいって言ってましたけど、3年やってごらんなさいよって見えるものは景色が違うんですよ。でもやった人しかわかんないんだよね。だから2年じゃダメなんだよっていう、そういうことだね。長く通っていただきたい学校です。1年じゃダメなんだよ。そうですね。ただマニアックなことをやってるんじゃなくて、技術の進歩っていうのを自分でも実感できるのと、あと余裕ができるんで、相性とか飲み頃温度とか理屈をきちっと底辺に置きながら、こうだよねっていうことをやっていける点ですよね。で、そうして自分でやってるうちにだんだん、確かにそうだっていうことが分かってくれば、明らかにそれはお客さんにきちっと進めることができるし、自分でもしそれが接客じゃない人にしてみたら、こういうふうに飲もうっていうのが自分で言えるし、周りの友達にもこうやって飲んだ方がいいよって伝えられるかもしれないですね。こういうことって、もしかしたら、ちょっと言いたいところでマウント取っちゃう部分があるかもわかんない。私がマウント取る人みたいに言わないでください。例えとして。そうでもいますね。わかるよ。わかるよ。わかるよ。
ちもわかるんですけどね。ただやっぱりね、いろんなマウント取ってくる人にしてみたら、あこの人はこういう風にしたいんだなって思うんだけど、いろんな方いらっしゃるからね。いますね。本当に僕聞いた中で衝撃的なやつね。一升瓶ってあるじゃないですか。はい一升瓶の中で、知ってます？これ一升瓶の中で真ん中一番うまいっつよ。そうやって言われるとさ、エベちゃん絶対そうかなと思っちゃうでしょ。インフィニットではありえないんですよ、そんなことは。まず真ん中が美味しいってどこからそういう風なのが出てたのか誰かが聞いたんだと思うんですけども、ここをどうやって測るんですかっていうことでね、それも物理的に無理だし、あとブラウン運動ってしてますね、液体っていうのは。必ずブラウン運動してるんで液体は必ず混ざってるんですよ。教えてよ、液体。ね、あ、だから変な話だけど、オリ入ってないお酒こうやってやってる人もね。オリってないの、オリっていうか濁ってないお酒をこうやってやってる人でしょ。意味ねえんだよ。ブラウン運動してんだから。この人何やってんだろうって思っちゃうのね。日本酒好きの人に先生が物を申すのであれば、なんてやりたいですか？いや、一言勉強しろ。終わっちゃいました。勉強すると、どのでも一緒だけど、深く知れるっていうんです。まず、順番に言うと、深く知れる。深く知れると考え方が変わる。考え方が変わると、今まで浅かった自分と比較するので、あれって思うのよ。つまり気づくわけですよね。そうすると、また新たな自分を発見できる。自分のためになりますよね。これね。間違いないです。でこういうふうなのが、実は、お酒を飲むのに、ただ単にとっくり出てきたやつを飲みますで終わってるじゃないですか。でももしかしたら、ちょっと面白い飲み方があって、それを知ることによって、もっと美味しく飲めるかもしれないっていう楽しみなんです。お酒好きな人って美味しく飲みたいと思ってる人多いから、だとしたら器をちょっと変えてみようとか、出てくるわけですよね。そういうのは、たまにやっぱね。こんな話がたくさん聞けます。インフィニット酒スクール本校の姿優先生でした。ありがとうございました。頑張ってます。